はい、どうもこんにちは。エンジン太郎です。今回はこいつをちょっとメンテしていきます。何しろ自作パーツばっかなので、この世で一番信用できない部品ですよね、自作パーツなんてものは。信用度で言えば国産パーツ、中華パーツ、自分で作ったパーツ、最も悪いですね。なのでとりあえずエンジンオーバーホール一旦します。それとちょっと気になってた振動がビビりが出るんですよね。どっかパーシャルの時に特にビビりん出やすいんで、5000超えてからのパーシャルでビビりが出るので、ちょっとそれも確認したいってのもあって、一度エンジンを下ろして電バラですね。ついでにやれるならクランクのバランス取りとかやれることを一通りやっていきたいですね。時間がかかりそうならヘッドはノーマルに戻すっていう感じですね。じゃあとりあえずカウル外してエンジンを下ろせるようにしますか。みんな大好き金属バットのサイレンサーと、両方取れたらスタンドかけられるんでスタンドかけますね。よし。ガソリン抜いてタンクも外したので、あとはエンジンを下ろすだけですね。このままやると腰が痛いのでリフトで上げちゃいます。エンジンを下ろしましたが、どこからともなく油が染み出してきてますね。特にプラグホール周りなかなか難しいね。染み出してくる場所がいまいちわからないんで、やっぱり自家鋳造の限界でしょうね、これが。ここからはエンジンの分解を進めていきます。鼻がこっちについてきちゃう。分かりにくいけど、今ここ上視点でインレット側とエキゾスト側の刃先の方にポンチ1個打ってあります。それを合わせれば一応出るっていう感じですね。これでバルタイは OK なはずなんですよ。なので組むときはこれを基準に組んでいきます。
ラム山に関しては特に摩耗などなく綺麗な状態ですね。よいしょっと。特に致命的な何かがあるっていう感じじゃないですね、今のところ。いいでしょう。カーボンは溜まってますね。けど特に損傷はないと。ピストンもまあカーボンあるけど損傷はないと。結構オイルが入り込んでるんだよな。どっから入り込むかですよね、このオイルが。まあ全部ばらしていきます。今回は全てばらして調整と、あとちょっといくつかやりたかったことあるので、それです。その加工ですね、やっていきます。ほんのわずかに当たってるような痕跡もなくはないから、ちょっと削った方がいいね。よいしょ。よいしょ。これで全バラ終了と。分解した部品はだいたいこんな感じで分類分けをして分けておきます。ヘッドの残りもバラしてきますね。ではとりあえずこれで分解終わったんで、今回いじっていくメニューとしては、まあポートの研磨やるのと、ちょっとわずかにカムチェーンがこすってる音にしたんで、そうですね、擦れてるっぽいな。これちょっとカムチェーンが暴れてるような音がしたんで、少しだけ削って様子見ましょうか。それとバルブのすり合わせもう一度やります。ちょっといまいちでしたね、前回は。よし、まあそんなとこですね。はい、ではとりあえずはポートの仕上げと、あとはチェーンがカムチェーンがちょっとぶつかってるところがありそうなので、そこの修正やってきますね。
インレットポートは大きい出っ張りはなるべく取ってスムーズに仕上げてきました。エキゾーストも同じようにスムーズに仕上げたんですけど、これに関しては正直気休め程度。これ以上もっと綺麗にしたければ設計自体の見直しが必要になりますね。それと今回とりあえずやっときたかったこのカムチェーンが通るところにどうもチェーンが少し当たってる。ほんのちょっとなんですけどね。当たって音を出してる感じがあったので、そこを当たらないように逃がしの加工を追加しました。あとやりたい、リュータでやるのはこれで終わりで、あとはバルブシートですね。バルブシートの当たり調整ですね。と当たりが、不均等なので、もう少し綺麗に当たるように調整していきたいです。そこで今回の動画は終わりになるんじゃないかと思います。それではバルブのすり合わせやってきますね。ちょっとバルブの汚れが気になるので、バルブをきれいにするとこからスタートかな。よいしょ。こんな感じでボール板にセットと。はい、綺麗になりました。こんな感じで綺麗にしていきます。よくここツルツルにしてるけど、あれいいのかな？ツルツルにしてもいいけどな。とりあえず残り3本もすべて綺麗にしていきます。一通り綺麗にできたら燃焼室の部分も一旦削ってツルツルピカピカに仕上げていきます。よし、これでいいかな。このぐらいやればいいでしょう。これでツルピカどうでしょう、結構いい感じだと思いますね。残り3本もみんなツルツルピカピカに仕上げていきます。エキゾーストは綺麗になったのでインレットがやってきます。これで4本全部きれいになりました。バルブの準備が整ったので、バルブのすり合わせへ進めていきます。タコ棒へのつきがいまいち良くないので、ホットボンドでつけちゃいますね。こうすればある程度がっちりつくと。そしたら、すり合わせやってきます。最初はすり合わせだけで終わらせようと思ったんですが、どうもすり合わせだけでは足りなそうなので、シートカットも進めることに決定しました。
シートカットはなるべく力を入れずにゆっくりと行うのがおそらくうまくいくコツなんじゃないかと思います。力入れると結構ガタガタしやすいですね。シートカットが終わったらすり合わせやっていきます。シートカットがうまくいってれば、ここはそんなにゴリゴリやらなくてもいいはずですね。最後に光明炭でチェックして、均等に当たってれば、一旦これで終わりとなります。これはいい感じと、よし、これでよし。これでインレット側は OK と。残りもどんどんシートカットとすり合わせ進めていきます。とか全部光明炭がそれなりにつくようになって、幅もまあ1ミリちょいってとこだからいいでしょう。はい、あと1個エキゾーストポート同じように、はい、残り1個のエキゾーストポートも同じように仕上げていきます。はい、一応光明炭塗って、当たりチェックしました。一応問題なさそうなので、これで組み付けをしてきます。ブルーコッターを入れるのって結構難しいんだよ。こっちが素直に入ってくれた。よし、これで OK。とりあえず灯油を入れて漏れチェックですね。漏れてこないといいんだけどね。よし、しばらくこれで待ちます。はい、5分以上経って状況は、はい、特ににじみもそんなにない感じですね。インレット側も特ににじんでる感じはないのでよしですね。5分持てば上等でしょう。はい、とりあえず、もうこれで合格ラインは超えてますね。5分以上経ったので。あとはまあこのままちょっともうしばらく置いて状況を見ます。はい、10分経って、エキゾーストが
特ににじみもほぼない。若干バルブの軸あたりにあるかなっていう気もするけど、これ組んだ時のオイルかな、分かんなくなっちゃった。なのでまあこれでいいでしょう。でインレット側も特ににじみらしいにじみは確認できないね。10分経ってこれならまあよしとしましょう。十分だと思います。シリンダーヘッド特に問題はなくなったので全部組んじゃって、今回の動画はここで締めますね。次回はクランクシャフトとか他の部分の調整とか、ちょっと手を加えたいところは手を加えていくという感じですね。はい、ロッカーアームとりあえず取り付けたんでこれで OK と。あとはカムシャフト組んだ時にクリアランスを調整しときますね。まあ一旦これでシリンダーヘッド終わりなので、これは汚れないように包んで次の加工に移ります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。